はい、こんにちは、もんちゃんです。今日もよろしくお願いします。今日はこちら、オーストラリアの西海岸パースにありますリッツ・カールトンさんをご紹介したいと思います。はい、では早速お部屋までの様子とお部屋の中の様子とってありますのでご覧ください。
はい、ではお部屋をご紹介したいと思います。まずお部屋の場所ですが、エレベーターこの辺かな。で、こちらの1120のお部屋になります。入りまして、こちらがリビングスペース、広い、はい、素敵なお部屋をご用意いただけました。はい、こんな感じです。で、こちらが、私もうもろ映っちゃいますが、お手洗いその1っていう感じですね。はい、こんな感じの、お手洗いがあります。失礼しました。はい、で、こちらに、ちょっと音すいませんね。はい、流しいや、水じゃない、手洗うところあります。すいませんね。ギクシャクしてる。ギクシャクまあいいや、変な言葉を使ってしまいましたが、はい、こんな感じのリビングルームになります。眺望はこんな形でパースの街並みと、これは川だったかな、川だったか海だったかちょっとわからないですがはい、見えます。あそこにちょっと見えるかな、真ん中にダブルツリーバイヒルトンさんありますが、いいところにありますね。あれも眺望良さそう。はい。で、お部屋こちらから見るとこんな感じで、ちょっと鏡が多いので私が多く映ってしまいますが、お許しください。で、こちらがベッドルームになります。はい、こんな形です。で、ベッドルームからの眺望ももうね、ほぼ同じかなと思いますが、パースの街並みと緑が見えて、美しいですよね。はい、こんな形のベッドルームになります。ベッドサイドはこんな形、USB も2つあり、通常のコンセント、通常のコンセントじゃないですね。オーストラリアの通常のコンセントあります。はい。で、変圧器とかがこちらの形に対応してないものも多いので、ちょっとしっかり見て、もしも持ってくる方は買っていただけたらと思います。ベッド逆サイドも同じかな。 USB2 つとこちらのコンセントの形あります。はい。で、ここがビジネスデスクという感じですが、広い。そしてこの革もかわいい。ここ入ってたりするのかな。ここはからちょっと私忘れたものを気づいたんで戻ります。こういうのもたまにはいいですね。ミニバーの存在を忘れてた。私映りすぎてるけどもういいや。はい。で、ミニバーこちらにあります。また映る。はい、こんな形でネスプレッソ、お水は瓶が4つあります。これなんだろう、これケトルかな、ケトルっぽいですよね。と、はい、紅茶は XOT。はい。これ T ですよね。はい。全部そうかな。こんな感じであります。ちょっと種類は違うかもですね。はい。で、下開けてみます。おやつ一式。すごい。これ、スーパーファインプレーな気がする。コンセントに変える変圧器がある。これありがたいですね。さすが。これちょっと感動。最初からね、いろいろな国から来た方々用にコンセントの変圧器あるのなかなかありがたい。はい。で、下が冷蔵庫になっております。モイシャンもあります。はい、こんな感じです。牛乳もあるの嬉しいですよね。カフェラテとか作る方はこういうの嬉しいかもですね。はい、ちょっと戻ります。で、ベッドルームを通り過ぎまして水回り行きたいと思います。こちらにクローゼットもありますが、クローゼットもこの広さです。おしゃれ。はい。で、ちょっと私のカバンはいいとして、ここにランドリーサービスとかスリッパとかあります。そう、この靴のね、メンテナンス用のものもあるので、さすがですね。はい、金庫あります。で、洗面台は2基のタイプです。で、こちらにバスローブが素晴らしい素晴らしいところです。サラサラいい感じ。はい、リッツ・カールトンマークもしっかり入っております。で、アイロンあります。で、こちらはじゃんとディプティックですね、はい、のアメニティあり、シャワーキャップとかあります。
シェービングキットも初めからある。海外に行くとちょっとこういうの少ないとこあるんですけど、今日はしっかり置いていただいていて、これはさすがリッツ・カールトンというところですかね。はい、こんな感じです。で、ここにね、ちょっと指輪を置いとくとかもできるので、この辺はいろいろと気が利いてるなって感じしますよね。で、はい、ドライヤーはもう出ておりました。ビタルサスのになります。はい。で、お風呂はこんな感じで可愛いですね。ちょっと映える感じで美しいですね。で、ここにシャワーブースもあるので、ここないですけど、この辺もね、かっこいい感じでいいんじゃないですかね。はい。で、リップティックのアメニティすべてあります。これは何だろう。ミットって書いてあるんでね、ちょっと体拭くのに使えるかもですね。違うか違うかもしれないですけど。で、ここで温度調整とかできます。やっぱ新しいんでね、美しいですよね、この感じも。はい。で、こちらがお手洗い2になります。はい、どうしましたという感じの今日のお部屋です。タオルもきれいにかかってますね。はい。水回りこんな感じで、ベッドルーム、リビングルームっていう感じです。今日はちょっと、クラブラウンジも使えるお部屋になってますので、クラブラウンジも行ってみたいと思いますので、またご紹介したいと思います。では、失礼します。後半もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はオーストラリアのパースにありますリッツ・カールトンさんをご紹介したいと思います。よろしくお願いします。ルームキーはこんな感じで、キーにはホテルの名前とかロゴとかは入っていないので、模様のみっていう感じになります。はい、こちらのリッツ・カールトンさんは立地としましては、パースの空港から車で20分くらいの距離感で、ちょっとね、ホテルまでの様子でも映しましたが、パースの港というか湾岸地区にあるホテルになります。で、パースの前に水があって、海っぽいんですけど川です。はい。で、海とすぐねつながっているので、水自体は海水で、この湾の中にもサメとかイルカとかが入ってきてしまうことがあるそうです。はい、という立地になっております。ちょっとね、日本でいうと浜名湖とかに近いかもしれませんが、そんな感じになります。はい。で、まず印象ですが、ホテル全体としましては、さすがリッツ・カールトンさんというところにつきます。はい。なので、ホスピタリティ、お食事、部屋の雰囲気とかもさすがにねすごいなっていう感じで大満足でありました。はい。で、その他ですが、まずお部屋の印象ですが、お部屋は今日は広いお部屋に泊まることができたので、これでね不満があるってことは、私はないですね。ということで、最近のリッツ・カールトンさんのテイストだなっていう感じはしますかね。木を使った感じで、なんだろう、ちょっとね温かみもある感じだけど、モダンなね感じもする感じがします。和モダンみたいなね雰囲気に結構近いのかなと思いますが、日本でいうとリッツ・カールトン日光さんとか、そういう方向性にねお部屋の雰囲気は近いなっていう印象がありました。はい。で、あとはお風呂のねバスタブが丸いのは、丸いって言っていいのか分かんないけど楕円っていうか、高級ホテルのいいお部屋によくある、映えるねお風呂かなっていう感じもして、そういうのもね贅沢なホテルにね泊まってるなっていう感じもしてよかったです。はい、そんな感じですかね。お部屋には本当に不満がありません。あとはお部屋に変圧器がねあったりとか、ちょっとした気遣いというかありがたみもあって、これもねなんか気が利いてるなっていう感じはしました。はい、そんな感じですかね。はい。で、ホテルの内部のことをいろいろ紹介していこうと思うんですが、まず今日はお部屋に、クラブラウンジのね利用をつけましたので、クラブラウンジご紹介しようと思いますが、中の様子と簡単にね並んでたものをご紹介します。で、クラブラウンジは
アフタヌーンティータイムみたいな形でデザートが並んでいるタイミングと、夜になると少しね料理が並ぶっていう感じでしたが、ラウンジは何時に行っても全く混んでいなかったです、はい、なので日本のねこうラウンジは人気があって、結構ラウンジに滞在する方も多いかなと思うんですけど、こちらのラウンジには終始、ね、人は10人いるタイミングはほぼなかったと思いますので、0人から10人の間で変動しているという感じで空いていました。はい、もしかしたらねレストランで食事をするからラウンジ利用をつけないっていう方も多いと思いますし、本当にね時間が空いた時にちらっと顔出そうかなっていう利用の仕方の方もね多いのかなっていう気はしました。はい、でこちらのラウンジは席数もそれなりにありますし、テラス席もあり、なかなかねいいラウンジだったなと思います。はい、でこちらのラウンジは、宿泊の後でラウンジ利用のみをつけることもできるので、はい、これもね結構おすすめです。私はちなみに今日はポイントで予約をして、後でラウンジ利用をつけました、はい、という感じなので、そういうのもおすすめかなと思います。はい、で、続いてプールですね。でプールは動画も写真も撮ったので、どちらかいい感じだったやつを載せると思います。こんな感じで、プールはインフィニティプールのようになっていて、パースの湾岸地区のね夜景とかもしっかり見える感じのプールでおしゃれでしたね。で私は今オーストラリアの夏の季節に来てますが、それでもどうですかね、本当に昼間はそれなりに人がいたんですけど、夕方頃からはもうほぼ誰もいないっていう状況です。はい、でこちらはいくつか前に、パースに行ってきましたっていう旅行全般のね動画を上げてると思うんですけど、そちらでもお話ししてると思うんですが、昼間は夏は結構暑いというか温度は上がるんですよ。もう本当に真夏だと40度ぐらいに行ったりで、私が来てる時は最高気温26度から30度ぐらいの日がちらほらあるっていう感じの温度感なんですけど、昼間はということで温度は上がってるんですけど、夕方になると本当に20度とか21度とかまで温度が下がるので、夜は寒いですね。はい、なので寒がりの方は真夏に来る時も軽くね羽織る長袖とかがあった方が動き回りやすい街なのかなっていう気はしました。はい、というそんなこともあり、夕方とかね夜はプールはかなり空いているので、写真を撮ったりするのにもねいい時間かなと思いました。はい、で、その他は、バー行ってきました。でバーもさすがねリッツ・カールトンさんのバーですよね。はい、おしゃれでした。で私は、何だったかな、またカクテルの話がパッと出ないんですけど、お店のカクテルは、カクテルメニューには全部鳥の名前がついていて、鳥の、特徴とかをねカクテルで表現したようなカクテルで、こちらもねおしゃれで良かったなと思います。はい、であとは朝食ですが、こんな感じ、朝食会場と雰囲気と並んでいたものを載せようと思いますが、朝食もね美味しいですね。はい、オーストラリアは食事がとても美味しいなっていう印象が私もありますし、このパースも例外なく美味しいなっていう感じなので、はい、バッチリ美味しかったです。でバーの方の対応とかレストランの方の対応も高級ホテルのねまさにホスピタリティだなという感じで、はい、にっこり話しかけていただき楽しそうに仕事をしていますし、コミュニケーションもねとても取りやすかったなと思います。素敵なホテルでしたよね。はい、そんな形ですかね。ざっくり食事と行った場所とラウンジのお話ししましたが、はい、こちらのホテルはもしもねパースに興味がある方がいましたらとてもおすすめです。はい、素敵なホテルです。で、こちらのホテルから、市街地のパースの駅があるようなエリアに向かうのにも歩いて10分くらい歩けばもうメインのエリアに行けるので、のんびり歩きながら街の様子を感じるのがとても楽しい立地でしたね。はい、私も、ホテルに着いて市街地のカフェとかを巡りに2回か3回行きましたけど、ブラブラね歩いて楽しかったので、はい、いい立地だなと思いますし、パースという街もねまた歩き回りやすい都市だなっていう気がしましたので、はい、そちらもねまた動画の2つ前かな2つ前の動画くらいで
パースに行ってきました動画上げてますので、観光の様子もね、もしよかったら見ていただけたらと思います。はい、ということで今日はオーストラリアのパースにありますリッツ・カールトンさんをご紹介しました。とてもね素敵なホテルだったので、皆様もぜひ来てください。ということで今日はこんな感じで終わろうと思います。ありがとうございます。失礼します。